それじゃあ、我が家の棚でですね、いろいろ今まで YouTube なんかで、写真撮りして皆さんに発信したものをも含めて、順番にお話ししたいと思いますが、この間行いました県外の刺し目、今こういう状態にあります。あれからすぐ炎天下においての管理です。それで、取り木、石化ヒノキの取り木、ここに置いてあるんです。石化ヒノキの取り木、これですね。6月14日に取り木しましたという、これとこれですね。これは、本当はここを刈らずにやるつもりですけど、このぐっと刈ってですね、刈り込んで、やったらどうなるかということで、刈り込んでからこれ取り木をしました。いいか悪いかっていうより、これでうまく出てくれればいいんですがね、そういう感じです。さつきの方はですね、いろいろこれなんか裸にしてご存知だと思いますが、明美の月、新明美の月ですね、この辺、それと、ご承知のようにこの辺ズバーンと切ったんですね。切って、びっくりされた方があると思いますが、こういう状況ですね。元気です。毎日ですね、この辺私は見て、ちょっとでも枯れ込んでくると、新食い虫が入ったなっていうことで、消毒するんですが、それ以外今年は何も消毒やっておりません。それでも元気で病気も発生せず、新食い虫だけぐらいは注意しながらやってるんですが、さつきはこんな状況ですね。それから刺し目をした次、この辺ですね。これも、この1本立ちからねじり上げが9本。これが3年目というと、今度皆さんびっくりされるのが4年目ですわ。これどうしてこんなに大きくなるんだって言ってみんなに言われるんですけど、どうしてか私もよくわからんけど、育てるとこうなるんですよ。この辺はまだ今年は秋過ぎてから、若干伸びすぎたのを刈り込んで終わるつもりでおります。4年から5年はもうこういう状態で鉢にあげたり、これが今までずっと作業をやってきたあれですね、針金釣りと網釣りです。この金網釣り、金網と針金でギュッと押さえて、もう盆栽になってきたでしょ。ここまで皆さん頑張ってもらえると完成までの先は短いんですよ。それでここに筋が入ってるんでしょ、皮の。これは太る、勢いが強いとこうなるんですよ。これからまだ紹介してきますが、こういう状態でね、ここに一杯、この辺先端はやや強く刈り込んだ樹勢調整剪定というのがやってありますので、ちょっと上を押さえたというような感じですね。きつい剪定方法でやってるんですよ。この鉢ちょっと大きめにして、こうなるとここで2年置いておくんですよ。それで、1年ごとにこの針金釣りは、10月から11月に外しちゃうんですね。霜のかからないね、ところに、ぎゅっとくっつけておけるようにこれを外しちゃうんですよ。これあってももう冬場は太らないからね、こういう癖はあまりつかないんで、冬場は
取り除きます。こういう状態で2年、4年から5年でから2年だで6年、5、6年ですね、5、6年になって、ようやくここの中へざるへ入れるんです。でざるで2年、6年、7年ぐらいですね、7年ぐらい。これ太いですよ、これね、こういう状態です。これまだ6月の12日に刈り込みやって、もうすでにこれ枝ができてるでしょ、棚っていうのかね、枝に広がりができて、盆栽のこれが重要な棚ですね。こういう状態。それで来年、飾り鉢にあげて完成。ご覧いただきますが、あげてすぐ完成じゃないですよ。これの次に仕立て鉢ですね。仕立て鉢、仕立て鉢の今年の4月の11日に、この鉢に植えました。ここに書いてあるんですよ、もう全部。4月12日とやっぱり貫禄ありますね。いろいろ不具合はあるんですよ。全部が全部優等生にはならないにしても、これが完成の状態。それからここにはこういうね、取り木したもの、今これは何年かかかるんですよ。いつまでということは言えないんですが、ちょっとまだ若いもんでね、若木ですし、きちっと横枝が出たりというのが取りにくいもんですが、いずれにしてもここら辺まで作り込む。これね、ここの中では今一番これが一番いいのっていうかね、こういう株立ち、根面のっていうのか株立ちがなかなかこれも品物が少ないために良さがわからんっていう人もおるんですよ。だけどこれは、これとして素晴らしい、私は風景というふうに見ておるんですがね、ちょっと正面がこれは狂った感じがあるね。これはね、この薄いでしょ、素焼き鉢の薄鉢で2年置いたものがこれなんですよ。これとこれ2杯。以上、石化ヒノキはこんな感じで、今年は幸いにしてほとんど不具合なしです。1年間、そんなに肥料はこんな感じです。肥料移しておいてくださいね。あんまりそれでも肥料やってあるのもあるし、毎月やるんです。だけどそんなにたくさんはやってないでしょ。秋になるともうちょっとたくさんやりますが、こんな感じですね。肥料もできるだけ太陽を当てて、それで乾かして今度は水をたっぷりやるということが、元気の源だと思いますので、一つ皆さんも頑張ってくださいね。以上で終わります。